午前中で伐採して玉切りした分詰め終わりました。これで全部です。午前中分全部です。トラックで半分って感じですか？これぐらいだと半分ぐらいはいってると思います。はい。なので午後も同じような作業を丸々すると軽トラ1杯分みたいな感じになるかなと思います。ただ煽り超えて全部埋めちゃうと荷物が入らないので、少しちょっと一部開けてっていう感じなので、午後丸々しなくてもいけるかなと思います。じゃあ午後の部やっていきましょう。
主要なところの玉切りが終わりました。玉切りしたての状態です。細かい枝はちょっと置いていきます。こんな感じです。こういう枝は置いていきます。この辺も置いていきますかね。まあ刻んで乾燥させれば、薪になるのでいいんですけど、ちょっとキリがないんで、まあこれぐらいは3センチ4センチぐらいの細い、3センチぐらいかな、これとか3センチぐらい、3センチ未満ぐらい、3センチぐらいあるかな、3センチぐらいの、枝はちょっと置いていこうと思います。じゃん。はい。ちょっと積みすぎましたかね。
こにトビとかフィリングレバーとか、チェーンソー入んないかなちょっと組み替えないと荷物乗んないぐらいちょっと積んじゃいましたね。いや、今午後の3時ちょっと前、午後はそうですね、だから、2時間半ぐらいやったんでしょうか。午前中、9時から12時までと午後2時間半ぐらいで、これぐらいの量になりました。片付けながら現場がやっぱりまだ、バラみたいなトゲのあるツタっていうか絡まってる感じのバラ系のこういったトゲがあるこういう細くて細かいやつがいっぱいあって、それを片付けながらだったんで、結構時間かかっちゃいましたけども、なんとかここ一帯やりました。前回はこの辺までだったかな。今日はですね、これやりましたかね。それも今日、そこのやつも今日のやつですかね。でここやって、この辺もやって、この辺の1、2、3本太めのやつと奥の細いこの辺細かいやつをやったという感じです。まあまあ進んだんじゃないでしょうか。向こうのピンク色の印のところ、そこなんですけど、すぐそこのやつ、そこまで行かなかったですね。まだ手前に、割と太いのが3、4本ぐらいあるので、まだ時間になるのかな。この辺やりたいと思います。で、奥がまだまだ、奥はですね、結構細いのが多いんですよね。だから倒して持ってかないみたいなのが多いんで、この辺はテンポよくパッパッと切れると思うんですけど、まあまあ結構あります。結構あります。ちょっと頑張っていきたいと思います。今日はこんな感じで片付けて帰りたいと思います。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。また、薪作りをしながら、気づいたところとかを発信していきたいと思いますので、薪ストーブ生活興味ある人とか、薪ストーブ、やってるけど薪の調達方法困ってるよみたいな人には見てほしいなと思っております。それでは、さようなら。ご視聴ありがとうございます。